これまでありがとうございました。にゃー。皆さんこんにちは、ときまるです。なかなか衝撃的なタイトルだと思います。特にこのチャンネルを割と昔からご覧になっている皆様には、なかなか衝撃なタイトルだと思います。自分でも結構驚いてます。はい。ということで、ネスカフェをですね、手放したいと思います。その理由をこれから説明します。手放すっていうよりかは、ちょっとね、やめてみようかなと思ってるんですよ。量を減らすって言ってもいいかもしれない。で、なぜこれを僕が飲んできたのかっていうところからまず話を始めたいと思うんですけど、過去にね、話してると思います。僕が好きだった、失踪してしまったエクストリームミニマリスト、クレイグっていうね、人がいます。アメリカ人です。C から始まる方のクレイグ。Life According to Craig っていうね、YouTube チャンネルをやってて、彼がものすごくエクストリームミニマリストでした。で、僕はちょうど彼のチャンネルを2020年ぐらいかな。に見始めて、で、彼がずっとね、番組内で、てか放送内で、動画の中でもずっとこれを飲んでたんですよ。アメリカのネスカフェだったからもうちょっと大きな瓶で。で、それをね、見てて、すごくミニマリズムな飲み物だなと思ったんですよね。圧倒的な手軽さ。ミルもドリッパーもいらない。でも彼はもうこれをひたすら飲んでたんですよね。コーヒーを飲みながらずっと動画を撮ってた。で、もちろんそれに自分が感化されたっていうのがまず一つ。で、それから、コーヒーがそもそも好きで僕は。で、いろんなコーヒーをやってきて、飲んできて、家でもいろいろ作ってきました。で、なんかね、気づいたんですよね、ふとね。こいつの良さに。で、過去に、ちょうどその時にずっと日記を書いてて、それが書籍化されたんですけど、それをね、僕のツイッターの方で引用してくれた方がいて、で、時丸田中は明らかにここからフェーズが変わったみたいな感じで分析をしてくれたんですよね。で、僕にそれが届いたんですけど、で、それを見て、で、自分でもここで変わったんだなっていうのがはっきり分かったんですよね。その時の文章をちょっと読みたいと思います。これ自分が書いてることです、本の中で。で、この方はだから、僕のその文章を読んでくれて、この2月1日、多分2021年だったかな。1年か2020年の2月1日の文章が、今後の活動に大きく影響を与えていることがわかるっていうふうに言ってくれてるんですよ。で、そこで僕は何を書いているかというと、読みます。コーヒーを粉のインスタントに戻した。これまで15年間は積極的に飲まなかったこのタイプのコーヒーを今年に入って飲んでみたら見事にはまった。本物のラーメンではなく日清カップヌードルを食べる時のような疑似的で記号的で代替性のあるもの。つまり非 NFT 的なコーヒーを受け入れていく姿勢。カップヌードルが一つのジャンルとして成立するように、インスタントコーヒーもジャンルのようなものだと考えれば味もいい。豆から引いてドリップしたコーヒーに劣る、などと思っていたけれど、そもそも比較する問題ではないことに気づいた。何より、インスタントコーヒーの良いところは、その手軽さで、お湯を沸かして注ぐだけという圧倒的な怠惰感に惚れてしまった。ミルもフィルターも豆を保存するジャーもいらない。ミニマリストには最適ではないか。っていうふうに、自分で書いてるんですよね。で、その気持ちは結構割と本当で、正直なことで。で、そういうところもあって、やっぱりその手軽さ、ミニマリズム的な観点で、これを
ネスカフェをネスカフェとしていくっていうか、記号としてのコーヒー消費みたいなものを自分の中でずっとやってきたんだと思います。だから外では普通にドリップしてるコーヒーとか豆からひいたコーヒーが好きだし、で今でも飲むし、でもこれはカップヌードルのような本物のラーメンではないんだけど、それが一つでネスカフェというジャンルで成立するものだっていう受け入れ方で、全世界どこでも買える、どこでも同じクオリティを得られるっていう、その素晴らしさがあるなと思って、これをね、本当に動画の中で冗談のように飲んできたんですよ。そしたら、やっぱ冗談をね、ずっとこう言ってると、結構それが本当になるっていうか、なってくるっていうか、自分の中でも。で、皆さんの中でも、ネスカフェを飲んでくださる方とか買ってくださる方、で、時丸田中を見て、ネスカフェ始めましたって言ってくださる方とか、むちゃくちゃ増えて、これは自分の中でもものすごい驚きでした、本当に。で、結論を言えば、完全にやめるわけではなくて、で、だってこれ見てください。買ったばっかなんですよ。買ったばっか。でもね、気づいてしまったんですよ、僕は。なぜ自分はネスカフェを飲んでるんだろうってこんなに。ふとした時に思ったんですよね。それは多分自分がお酒をやめてから、かなり限りなく少なくしてから、かなりその自分の感覚が先鋭になったっていうことはあるかもしれない。ふと気づいたんですよ。なんでネスカフェなんだろうって。なんでコーヒーじゃなきゃいけないんだろうって。で、僕は日本人だし、日本にはものすごいいい文化があるじゃないかって。そこで、お茶。お茶の魅力に気づいたんですよね。しかも、抹茶です。はい。で、結論言うと、抹茶。私は、この抹茶を今後取り入れていきます。自分の生活に。ものすごくなんか大げさに言ってるけど、全然何の事件でもないし、全然大したことでもないしね。初めて見てくださってる方多分びっくりすると思うんですけど。ただ、コーヒーを抹茶に一人の男が切り替えるっていう風な話です。はい。そういうことで、よくよく考えてみれば、僕が憧れていたアメリカ人のクレイグ。彼は、アメリカ人だからコーヒーを飲んでいた。アメリカという国の文化。コーヒー文化。コーヒーカルチャーが非常に強い国。アメリカ。そこで作られたしかも大量消費、大量生産の、このネスカフェというね、ブランドのコーヒー。これを記号のように飲んでいた。なぜなら彼はアメリカ人だったから。アメリカ人のエクストリームミニマリストの飲み物。オフィシャルドリンクだった。それを僕は思考停止して、ただ真似していた。もちろんコーヒーも好きだし、これが結構飛行機とか、なんかその旅の香りとか、なんか電車の中で嗅ぐ香りとか、なんかある自分のその生活のシーンとか旅のシーンの中にコーヒーが出てくるたびにこいつのことを思い出す。これを飲むとつまりその旅をした気分になるから、この何もない部屋で暮らしていても、コーヒーを飲むだけで旅に出た気分になれる。空港にいるかのような気分を錯覚させるもの。ドラゴンボールにあったね、なんか一つのカプセルを食べるだけで、その食事の感覚をボンって得られるような、その未来的な食べ物、フューチャリスティックなもの。アニメ的な SF 的なもの。それが、これなんですよ。自分にとっては。これを飲むだけで、変わるんですよね。自分の居場所が。それはとても大げさかもしれないけど、自分はそういう風な感覚を捉えている。これに対して。だからこれを記号のように、毎日のように消費していく。ってことをやってた。でもそれはやっぱアメリカ。コーヒーはアメリカ文化だと。で、抹茶です。そこで抹茶がやってきた。これはね、本当にびっくりした。なぜこれに気づかなかったのか。結構ね、出会いは突然でしたね。こんなにコーヒーがあるのに、
ふとね、スーパーを物色していたら、なんか久々にお茶飲みたいなってなんか気分的に思っていて、その棚の中にこの抹茶が並んでたんですよ。で、そういえば、抹茶をちゃんと飲んだことないなって思ったし、一度だけ学生の頃に茶道部のお茶体験をしたことがあって、で、僕はその頃バンドマンで、ものすごいそのロン毛でね、なんか日本文化とかクソくらいだみたいな感じの、もうなんかもう、反抗に反抗を重ねた、かなりすごい極悪なヘビーメタルとかを聞いていて、音楽にかぶれていた一人の男でしたよ。でもなんか友達が茶道部で誘われて、行ったんですよね、たまたまそのお茶会に。で、そこでこうやってこう、真面目腐った感じで、で、お茶を飲んで、あ、美味しいな、でもこれが茶道かみたいな感じ。それが自分の一番最初の茶道体験でした。それ以来一切、茶道との関わりはないし、お茶の関わりはない。で、もちろん家では、なんか普通にティーパックのお茶とか、あるいは、こう普通の茶葉を出して飲むみたいなことは、たまにやってました。やっぱりその緑茶って、食事とも合うし、美味しいなって思ってるんで。でもこの抹茶っていうのは全然なくて、それからいろいろ調べてみたんですよ。そしたら、このネスカフェに劣らないっていうか、ネスカフェをはるかに凌駕する、抹茶の成分っていうのかな。成分も素晴らしいってことに気づいた。抹茶の成分と、そして抹茶の文化、これが日本である。そして、全的であるし、ミニマリズムとも接続されるっていうこと。だからコーヒーよりも明らかにミニマリズムな飲み物だってことに気づいたんですよ。抹茶がね。半端ない。調べれば調べるほど半端ない。この抹茶の力っていうのは。まずカテキン。そして、テアニンというものが入っています。で、カテキンは、抗がん作用とか、動脈硬化を防いだりとか、そういう、効能があったりとか。で、もちろんポリフェノール。なんていうかな。カフェインか。カフェインも入ってます。カフェインも入ってるんだけども、コーヒーよりはまろやか。で、テアニンっていうのがすごくて、これはリラックス成分なんですよね。でもちゃんとカフェインが入ってるから、カフェインで覚醒されながらも、テアニンでリラックスするっていう、覚醒しながら落ち着いているって状況が作り出せるんですよ。だから、その禅とか瞑想の前に飲んだりとか、あるいは、この抹茶そのものが飲む禅っていう風に言われたりとか。だからそういう風に、日本の中で、その禅の文化とか日本文化に根付きながら育ってきたんだなってことに気づいたんですよね。で、かつ、この抹茶というのは、茶葉をすりつぶしてそのまま粉にしてるので、その普通にお茶を出して飲むタイプのお茶よりも、完全にそのお茶の成分が全て詰まったものになっている。つまり、お茶の成分をそのまま全部取り入れることができるっていうものになっています。だからその中にはビタミン C だったり、ミネラルだったり、いろんなものが入っている。食物繊維も入っている。で、美容にもいいって言われてますよね。だから、そういう風な意味で、ものすごく、すごい飲み物だ。完璧な飲み物だって。最高の飲み物だっていうことに気づいた。抹茶が。コーヒーにももちろんポリフェノール、そしてクロロゲンというものが入っています。だからコーヒーを1日に2杯とか3杯ぐらいまで飲む人は、ある特定の癌、例えば大腸癌とか、そういうもののリスクが下がるっていうふうに言われています。それよりも抹茶はでもはるかに強い抗酸化作用を持っている。コーヒーよりもはるかに。それでいてカフェインが控えめだから、カフェインが弱い人にも優しいし、もちろん飲みすぎは良くないけども。で、かつ、コーヒーは体を冷やすっていう効果があります。結構体が冷えます、飲むとね。だから冷え性の人にはあんま良くない。で、緑茶にも、抹茶にも割と体を冷やすっていう作用はあるんだけども、コーヒーよりも強くはない。だから柔らかく効いてきます。そして何より落ち着くし、で、
僕が気に入ってるのは、手軽さということです。手軽さ。手軽さです。ネスカフェは、コーヒーの疑似的なもの。もしコーヒーを飲むんだったら僕はちゃんとドリップしたりとかフレンチプレスしたりとか、豆から引いて、それをガーッとやったものを抽出して飲みたい。でもそれができないからこれでやってる。いうところはある。代替的なもの。それに対して、抹茶というのは、これはすべて粉を、だから茶葉から引いて作ったものなので、これが完成形であるっていうこと。しかし、この二つのものを作る時の差異がないってことです。一番最初に話したように、ミニマリズム的な観点でめんどくさくないからとか器具がいらないからとかっていう理由でこれを飲んでる側面があったわけだけども、お湯を注ぐだけでいいっていうね。でも抹茶も極端に言えばお湯を注ぐだけでいいんですよ。もちろん茶碗とか茶筅とかいろんな道具がありますけども、で、それでやりたいなって今じわじわ思ってきてるんですけど、でもまだそこまでは行ってない。ただカップに本当にティースプーン半分ぐらいを入れて、自分の持ってる唯一のスプーンでシャカシャカやって、それでゆっくり飲むってことをやってます。だから手間は同じなんですよ。かかる手間は同じなんだけど、抹茶はその手間をかけながらも、それが完成形であるってこと。これに気づいたときに、なんで今まで抹茶を飲んでこなかったんだろうって思ったんですよね。そして味もものすごく好きだし、香りと色、それが、このブランドによっても全然違う。もうね、これに気づいて2週間ぐらいなんですけど、で、皆さんに早くお伝えしたかったんですけど、なかなかタイミングがなくて今になってるんですけど、その間にいろんな抹茶を飲んできました、本当に。3種類、4種類ぐらい。で、結構近くの仲間たちにその話をしたら、みんな抹茶を買い出して、で、やっぱそれぞれのスーパーで売ってる抹茶違うんですよ。で、いわゆるそのデパートとかに入ってるようなお茶コーナーで売ってる抹茶もあるし、で、本当に値段もピンキリで、500円、800円、1000円、2000円、1万円、2万円っていうね、その京都の最高峰の宇治の抹茶とかになると、本当にそういう価格帯でもあるし、半端ないなって。これは半端ないなって。で、結構自分の周りでだから流行り始めて、それでみんなマイ抹茶みたいなものを持ち出したりしていて、で、それをちょっと飲ませてもらったりとか、だから今3、4種類ぐらい試してるんですけど、今僕が、手元にあるのはこの山本山のね、抹茶です。でもこれもまあ一応、京都の宇治の方で、作られているもので、まあ山本山ってまあいろいろその海苔とかも出してるようなね、割と高品質なブランドだと思うんですけど、自分のスタンダードをまだ決めきれていないところはある。だからこれみたいに、ネスカフェみたいに、ゴールドブレンドみたいに、抹茶の中のゴールドブレンド的なものを探す旅が今始まってます、自分の中で。なかなかでも売ってないしね、スーパーに。だいたい、1種類か2種類ぐらいしか置いてません、この抹茶っていうのは。だいたい、その緑茶粉末みたいなものとか、なんかカテキンの力みたいなものとかもあるんですけど、そういうものは、余分なものが入ってます。エクストリームではないです。だから私が選ぶべきものっていうのはもう本当にこのお茶だけで作られた。抹茶の粉、緑茶だけで作られた。しかも国産のお茶 100% の抹茶であるってこと。で、それは大体こういう風な 20g の容器に入ってますね。これも気づきです。で、このコンパクトさ、これもミニマルだなと思っていて、まあ最初見た方、分かったと思うんですけど、見てください。このサイズ感で、まず。で、容器自体がさ、もうほら、この黒で金っていうなんか、まあその金っていう部分はこのネスカフェとゴールドブレンドリンクしてるんだけども、なんて言うんだろう、ポケットに入るんですよ。ポケッタブル。圧倒的にサイズがミニマルってことなんですよ。で、これ 20g 入っていて、ネスカフェは、これ何グラムだ ?80g だね。4倍入ってる。でも抹茶は、使用量が少ないので、飲める杯数っていうのは、自分次第ってこと。結構コントロールが
コントロールも面白い。薄く入れて、例えば 1g とか、本当に薄く入れて、薄めに飲むのもいいし、よく濃茶とかって言われる、その茶道の分野でね、入れられるような、シャカシャカして入れるようなものは結構 3g とか 4g とか、結構濃い入れ方もできるっていうことです。でも 4g で入れちゃうと、4杯ぐらいしか取れないんで、僕はだいたい 1g か 2g。でも 2g 入れてもだいたいこれで10杯とか、12杯とか、そんなもんだと思うんですよね。まあ、とにかく容器がコンパクトでミニマルってこと。これも一つ気に入ってるとこですね。可愛いでしょ。手のひらサイズ。で、ポケッタブルなんですよ。だからポケットに入れてそのまま抹茶持ち歩けるんですよ。ネスカフェはいつも私はね、紀ノ国屋オリジナルジップオレット時丸田中バージョンに、これをシャカシャカ毎回旅とか、ちょっと2、3泊いるときは絶対これ入れて、これを持ち運んでたんですけど、だから怪しいもうビニールのパケットになんか黒い粉が入ってるわけですよ。それが今度は緑の粉になるのかなと思ったんですけども、そうではなくて、もうこれ容器ごと持っていけるんですよね。だから食出されてもなんか緑の粉が出てきて、なんだこれってなることもない。うん。このネスカフェでもなんだこの黒い粉はみたいになりそうですけど、これもそういうことがないです。これをもうポケットに入れてそのまま持ち運べるんで。特に冬物のアウターとかね、今、ジャケット羽織ってますけど、そういうものには助かりますよね。だから僕がこう、手ぶらで歩いてるんだけども、ポケットにはこの抹茶が入ってるっていう、もうこういうものすごいね、俺は抹茶を持ってるんだっていう、そういう自信も出てくるし、で、そういうなんかこう飲み会みたいな時も、自分だけそのパッてこれを取り出して、で、お湯だけ借りてね、そこで抹茶を入れて、自分だけ抹茶をいただくみたいなことをやったりとかもできるし、あとは山。山の中でね、自然の中で抹茶を飲むっていう、お茶を立てるっていう、そういうこともね、ちょっと今後やっていきたいなと思ってますね。だからそういう意味でそのポケッタブルであるし、抹茶 to go っていうのかな。もう iPhone と同じぐらいの感じなんじゃないかな、これは。それくらいのものになってる。とにかくミニマル。全然ミニマル、もうネスカフェよりも。これをだから家のキッチンに一つだけ置いておくみたいな感じにしたいなと思ってます。そういうわけでものすごく抹茶にハマっているっていう話です、今日は。はい。でね、タイトルにはね、ネスカフェやめますって、ちょっと調子乗ったこと書いてますけども、こんなにほら余ってるでしょ。買ったばっかなんですよ。で、僕は、そういうこれを抹茶に乗り換えるからといって、この昔の彼女を捨てるとか、そういうことはしません。これはだから、ネスカフェはネスカフェでちゃんとね、ちゃんといただきます。そういう無駄なことはもったいないことはしない主義なんで、これはちゃんといただきます。で、もちろんネスカフェすごい好きだし、コーヒー好きなんで、完全にやめることはないでしょう。ただ、家での、私のホワイトボックスでのスタンダードが、もうこいつになる可能性がかなり今上がってるっていうことです。だからこれがなくなるまでは、飲むかもしれないんだけど、これが終わった後に、じゃあどうなるかってことが、まだ自分の中で見えてない、そういう段階です。それを今後だから1ヶ月、2ヶ月の間で試していきたいなと思ってます。今はね、やっぱコーヒーって朝すごいいいなって、カフェイン効かせたいなみたいな感じもあるし、今もうだいぶもうこれずっと飲んできたんでね。2年、3年。だからものすごくこう朝にこれを飲むっていうのが自分の中のそのなんか本当にこう生活の一部みたいな感じで結構いい時間なんですよね、やっぱね。で、YouTube のライブ配信とかでね、メンバーとやってるライブ配信とかでも大体これ飲みながらやってるし、で、皆さんに放送してる動画の中でもこれ大体飲んでるから、本当に愛着はあって。だから最近はもうこれ、朝はネスカフェ。で、午後は抹茶っていう風にしてます。だから今ハイブリッドですね。ちょうど移行期間なんで。朝はネスカフェ、午後抹茶。で、1日2杯。だからこの1杯ずつしか飲んでない。
ちなみに、こんだけ抹茶の話しながら今飲んでるのこれネスカフェです。気づいた方もいるかもしれない。そういうわけで、抹茶に行きます。これまでありがとうございます。最初ずっとドリップコーヒーから始まって、で、豆もね、やっぱり一番最初、自分がやってきたことは基本的にだからダウングレード、ダウンシフトなんですよね。よくほら、生活レベルを上げないとかって言うじゃないですか。それと一緒で、生活レベルを逆に下げていく。自分をダウンシフトさせていくってことをやってきた試みの最終形態がネスカフェゴールドブレンドだったんですよ。それはつまりどういうことかというと、自分が家でずっとドリップ、もう10年間、15年間、最初、カフェでね、働いてたことがあって、カフェバーで、そこの師匠に教えてもらってから、もうずっとコーヒー好きになって、そこからもう自分でずっと豆ひいてやってました。で、一番最初は、だから新卒っていうかな、社会人になってからが一番いい豆を使ってた。これ面白いことで。社会人になって全然給与も20万ももらってないような時ですよ。そんな時に一番いい豆使ってましたからね。個人の焙煎屋がやってる、本当にサードウェーブのシングルオリジンみたいな豆を最初使ってました。それをずっとドリップしてて。で、ちょっと高いなって、厳しいなってなってきて、で、途中からカルディコーヒー。これどこでもありますよね。カルディは。多分全国展開してますよね。カルディコーヒーの豆を買って、だからそれからずっとカルディ時代が続きます。カルディ時代。で、カルディの中でも僕はそのマンデリンとかが好きで、マンデリンとか、冬、寒い時はマンデリン。で、夏になるとキリマンジャロっていうね。それが自分の定番の、好きな豆の品種だったんですけど、今でも好きですけど、マンデリン、キリマンジャロ、あとケニアとか、そういうものを飲みながら、でもそれでもね、やっぱり、カルディコーヒーでも700円とか 200g で、700円とか800円ぐらいしたのかな。今もう少し高くなってますよね、多分ね。で、それを2週間に1回とか買うような生活でした。で、絶対もうホールの豆で買って、家にあるカリタのミルで引くと。で、円錐のドリッパー使ってて、三角の一点ドリッパー使ってて、あれで自分で好きなようにドリップして飲むっていうスタイルをずっとやってきた。で、そこからじゃあカルディから今度はもうこれに来たわけです。で、これが2020とか、2020ですね。見るとドリッパー手放したのが2020年なんで、もう覚えてます。はっきり覚えてます。同じような、こういうホワイトボックスみたいな、部屋に住んでました。似たようなとこです、本当に。で、そこからですよ。3年、4年ぐらい飲んできて、で、その間に、YouTube チャンネルを始めて、で、皆さんに、ね、こういうお恥ずかしい、ネスカフェを飲む姿をね、見せ続けながら、そして、ネスカフェを買いました。ネスカフェを楽しんでますみたいな声をいただきながら、それに勇気づけられながらやってきましたよ、本当に。そしてネスカフェに勇気づけられながら、皆さんに勇気づけられながら、勇気 100% で、100% 勇気って感じで、やってきたんですけども、ついにここに来て、はい。抹茶です。抹茶に癒されてます。気づいちゃいました。私は日本人であり、禅の文化がある、日本文化があると。だから、エクストリームミニマリストとして、これだけを飲んでいくっていうスタイルに移行したいと思ってます。でも味気に入ってます。両方味気に入ってます。ぜひ、抹茶飲んでる方、コメントください。で、実は、時村田中のチャンネル見ながらも、実はお茶派でしたっていう方、実はお茶派でした。みんなネスカフェいいねとかって言ってるけど、全然お茶だよねっていう方、もうコメントください。そして、茶道とか抹茶とかね、やってる方、ぜひですね、おすすめの書籍とか、教えてください。僕これから、お茶について、もっと勉強していきたいと思ってます。ありがとうございます。今日も最後までご視聴いただき。で、よくチャオチャオって言ってるじゃん。
うん、最後に、たまに。なんかあれもなんで始まったかわかんないんですけど、でもよく考えてみればそれは、チャオチャオっていうそのチャっていうのがちゃんと入ってる。入ってたんだなっていうね。そこに繋がってくるんですよ。チャオチャオって言ってチャがそこに入ってたから、もう、だから実はもうそのチャオチャオって言ってる時点で自分はそのお茶に行く準備がもうその時点でできていたってことです。今日も良い一日をお過ごしください。チャオチャオ。